浜野さんから夫の正一さんが娘に暴行したとの連絡を受けた数日後、調査の行き詰まりを感じていた取材班は今後の調査方針を話し合うことにした。結局今どうなってるの？今までそういう気性の洗い方とかでは全然なかったっていうお話だったので、突然ああいう風になったのは最近投稿映像が撮られてからあたりっていうお話もしてましたし、事故の時も当事者というか一緒に遊んでたっていうお話だったじゃないですか。本当は何かもっと知ってることがあるんだけど言いたくないとか、なんかあるのかなっていうのはちょっと思っちゃいますよね。本人に全然聞けてないからね、そういう事故の当時のその日のこととかね。そうなんですよね。旦那さんの方には聞けないから、実際に亡くなった子供の両親とかさ、とりあえず20年ぐらい前の転落事故に関してもっと調べを進めるっていう形だよね。母親がその濡れ女のモデルになったんじゃないかみたいなさ、そういうこともあるわけだから、例えば現地に行ってね、調べるっていう感じにシフトしてった方がいいんじゃないかな。そうですね。あとはこの間伺ったお話だと、その事故の時に旦那さんともう一人同級生の方が一緒にいたっていうことだったじゃないですか。その方とまだ連絡がついてないので、もうちょっと力入れてそっちは当たりたいなと思ってるんですけど。そうだね。数日後、取材班は問題の事故が起きた古井戸があるという山林へと行ってみることにした。山じゃないか、完全に。そうですね。こんなとこ子供が遊んでるんですよ。ここに止めよう。邪魔になる。止まったら止められますね。じゃあ、準備して向かおう。近いんだよね。そうですね。もうここから歩いてすぐだと思います。じゃあ行こう。はい。多分この橋を多分ちょっと危険老朽化してるんじゃないですかね。そうですね。板自体は結構しっかりしてる感じなんで。じゃあ行くか。わかりました。これ人あんま使ってないな。そうですね。ちょっと一本間違えちゃったかもしれないです。間違った？はい。こんな遠くないでしょ。遠回りしちゃいましたね。結構暗いよね。でももう道分かった？さすがにもうすぐ着くと思うんですけど。これですか？あった？穴開いてますね。ああ、危ないです、危ないです。危ないねこれ。急に。あ、これか。これいいとなんだ。ちょっと物を。結構深そうですね。ね。なんかここにお供え物みたいなのありますね。あ、本当だ。花？あと大福とかですかね。お団子。多分動物なんかかじられた感じがするんで。あ、本当だ。もうちょっと腐ってますね。でもこれ結構古いね。でも1ヶ月以内とか？そうですね。あ、なんか燃やした跡がある。線香か。誰が置いてったんだろう。亡くなった君の関係者だとしたら、お母さんは亡くなってるっていう話だから、お父さんがもしかしたら備えてるって可能性あるよね。そうですね。ちょっとどっちにしても、町の方に行ってお母さんのその後本当に自殺したのか、お父さんがどこにいるのか、もともとの関係者、事故を当時知る人、その辺をちょっと探そう。はい。その後、取材班は20年近く前の古井戸の転落事故に関して特に
亡くなった瀬崎健くんの母親や父親の知り合いなどを探すため、数日にわたり事故の関係者を探してみることにした。その結果、何人かの人を介して関係者に行き当たることができた。隣に住んでたんで、それに私の娘が同じ小学校に通ってて、ちょくちょく見かけて挨拶もしてましたから。事故当日は雨が降ってたんですね。お母さんがすごく心配して傘を差して探し回ってたっていうのは聞きました。事故の後はすごくショック状態で、お母さんも結局引っ越してかれましたよ。もう数年後に自殺したっていうふうには聞きました。旦那さんは一緒に引っ越したんですか？半年、数ヶ月か半年前ぐらいにはもう家を出て行かれたって、噂ですけど、浮気を頻繁にしてたっていう感じです。お母さんもすごく物静かで優しくって、すごくいい人だったから、あんな事故があって不憫だなって感じ。本が好きで週に 1,2 回はうちらに見えてました。じゃあ、面識があったってことですかね？そうですね。たまに話したりしてましたもんですから、今どういう本読んでるかとか、そういうことですね。事故の 2,3 ヶ月ぐらい前ですか、顔にあざつきてましたね。あそこのお父さん、ちょっと口よりも手の方が早いもんですからね。それは虐待があったんじゃないかっていうことですか？職員たちともそういう話はした記憶はあります。あの人は喘息持ちだったんですよ。あ、そうなんです。はい。それで亡くなる時まで、直前まで通ってました。喘息の症状はそんなに重くはなかったんですけど、精神的なもんですか、それがだいぶ影響してたと思います。過保護と言っちゃなんだけど、しょっちゅう連れてきてました。母親に言ったことがあるんですよ。あんまりね、そんなに気を使いすぎると、それが原因で結構ね、本人はね、苦しい思いするからやめといた方がいいよってなことを言ったことがあります。何かあったりしたんですか、病院で？そうですね、よくお母さんがお父さんに電話してましたね。大変だからすぐ来てすぐ来てって。お母さんも大変だったんでしょうけどね。後々検視結果を聞いたんですけどね、低体温症だったらしいです。やっぱり発見が夜遅かったから、もう少し早く見つかってれば、助かっていたっていう可能性もあるんですかね？それもありますね。虐待はわからないです。体に傷とかそういうものはなかったように記憶してますね。ただ一度洗剤を誤飲したことがありました。それで病院に来たんですか？そうですね、お母さんに連れられてきました。で胃の洗浄をして OK だったんで、そのまま返しましたよ。あれは生まれつきではなく怪我だと思います。切断面が古いものではありませんから。生まれつきではない。複数の関係者から話を聞く限り、母親瀬崎麻子さんは息子の健くんに対し献身的であり、心配が過剰な面もあったようだが、良好な親子関係だったようである。一つ気になるのは、疑惑の域を出ないものの父親陽平さんによると思われる虐待に関してである。そして陽平さんが家を出て行った後、夫に見放された麻子さんが事故で息子の健くんまでも失った悲しみは想像に難くない。事故当日、雨の中健くんを心配で探し回り、その後自殺して悲劇の存在になった麻子さんは、人々の噂により濡れ女という都市伝説になったのではないだろうか。
その後さらに調査を継続していた頃、我々は投稿者の浜野さんの夫正一さんが子供の頃に見たという幽霊が映るビデオを持っているという人物に行き当たることができた。こちらですね。じゃあこのテープの中にその言ってた幽霊が映っているっていう映像が収録されてると。はい、そうです。転落事故の、数ヶ月後ぐらいだったんですけれど、その時僕地域でやってた百人一首のクラブに入ってたんですけれど、そこにと入ってたんですけれど、転落事故の時に一緒にいた、その2人ですよね。そうですね。うちの親が市内の公営施設っていうんですか、リゾート施設に遊びに連れて行ってくれた時の、映像なんですけれど、後日僕がその映像を家で一人で見返してたんですね。僕らがボールがあったのに野球みたいなことをして遊んでる時の、映像の、ところの場面なんですけれど、その時いなかった子供みたいなのが映り込んでて。百人一首のメンバーの誰だったか覚えてないんですけれど、電話して、好奇心からか、僕の家で上映会をすることになって、でそれで、みんなで見てたんですね。その時にがもう本当にガチで怯えていて、その2人だけが異常に怯えてたってことですけども、理由とかってお分かりになりますかね。そのリゾート施設があったところが、事故があったところと同じ山だったので、この幽霊だと思ったんじゃないのかなと思いました。それにさんとちょっと連絡が我々取れない状態なんですけれども、さんって今どこに住んでるんですか？一応都内に住んでます。東京。はい。ちょっともう場所を教えていただいたら、さんの家に行ってみたい気はするけどね。そうですね。なんか今聞いたさ映像を見た時にすごい2人がすごい怖がってたみたいな、ちょっと気になる気がするけどね。そうですね。果たしてこの映像に映っているのは事故で亡くなった瀬崎健君なのだろうか。そして映像を見た正一さんと神保さんの異常に怯えていたという反応は何を表しているのだろうか。その後我々は神保さんに取材を申し込むため、大森さんに彼の住んでいる都内のアパートを教えてもらい、直接行ってみることにした。じゃあ入り口どこ？チャイム押してみようか。はい。もう一回。家にはいないみたいだね。多分普通に働いてるんじゃないですかね。夜来た方がいいか。そうですかね。ここそうだよね、多分。101はそこなら一番端っこですからね。アルミホイルが、なんだろうこれ。ちょっと待つんだけど、一応ちょっと遠くで見てようか。もう帰ってくるところを。この辺でいいんじゃない？帰ってきたら大体わかるし、ここで待ってようか。了解です。閑静な住宅街だな。そうですね。今入ってたチャリってそうじゃないの？マンションのやつですか？あのマンションな気がする。行こう。こんばんは。すみません。
え、なんであ、なんだよなんで逃げんだよ。取材をお願いしたいだけなんですけど、20年前のこの転落事故のことなんですけど。俺覚えてないんでの方に聞いてください。ちょっと電話もしても出ないじゃないですか。今の状況とか知らないんですか？娘を暴行して今警察沙汰になってるんです。聞いてないですか？聞いてないですよね。お子さんも今入院してるんですよ。怪我をして、だからそのことがその20年くらい前の転落事故と関係があるかもしれないから調べてるんですよ。天野さんと会いましたよね、先月同窓会。いたですよね。なんか話したんじゃないですか？それなんで2人で一緒に話してたの何なんですか？その事故のことですか？でもそういう話もしましたけど、いつも事故の話になるから俺とあいつ会うと、だからちゃんと手合わせに行こうみたいな話したわけです。ちょっとまだ終わってないじゃないですか。花を聞きたい。花を置いたのは2人ってことですか？井戸のところに。そうです。ちょっとその事故のことを、その日あった出来事を事実だけでいいんで教えてもらえないですか？でも俺はちゃんと井戸に落ちるとこをちゃんと実際に見たわけじゃないんで、俺はだから井戸に落ちたみたいなの聞いただけなんで、詳しいことは分かんないです。だからそんなの大きな問題じゃないじゃないですか。その時たまたま見たか見てないとかっていうのは。がなんかつけてた手袋をふざけて取ってなんか井戸に投げて、それでなんか落ちたみたいなことは言ってましたけど。手袋を浜野さんが落としたからそれを取りに行って落ちたってことですか？そう言ってました。俺聞いたのそれだけなんで。だから今だったらその助け呼ぶとかはいや判断できるかもしれないですけど、子供だったんで、まだ小学生だったりそういうの分かんないし、死んでた俺は警察に捕まるみたいなこともなんで余計パニックってなんかわけわかんなくなって、いや学校の近くでお母さんに会ってそこでお母さんにちゃんと報告しましたし、別に何もしてないとかじゃないですから、逃げたとかじゃないですから。途中で会って知らせたってことですか？学校の近くに。いや本当に昔のことなんであんま覚えてないですけど、それがまあそうだったと思います。それでその後助けに行って警察に通報あったのって20時ぐらいって書いてありましたけど、なんでですか？井戸に落ちたっていうのを報告したのは、いや時間とかは覚えてないですけど、夕方くらいだったと思います。だって夕方って多分冬とかでも5時とかですよね。田舎なんで暗かったら街灯とかあんまないし、暗かったら暗かったってちゃんと分かるんで、そんな嘘ついたりしませんよ。これ確実ですか今言ったの？いや俺から話せること今もう全部話せること全部なんで。いやちょっと待ってください。いやもうあなたの詳しいことは言ってください。俺より詳しいと思うんで。いやだからもう俺が話ができない話したことは全部なんで。
ほんでもう全部なんでなんですか。ちょっとまあ嘘は言ってないと思うんだけど、まあちょっと分かんないとこあったよな、その日の事故があった時のことっていうのは。